どうも、ダイキングです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。今回は2022年登場が期待される Apple 製品、こちら全てお話ししたいと思います。2022年はですね、さらにこのいろんな Apple 製品がね、登場するんじゃないかということで、非常にこのエキサイティングなね、年になるんじゃないかと思いますね。2021年もね、いろいろありましたけども、もしかしたらですね、この5つの Mac とか MacBook だったりとかですね、こちらについて前回お話はしたんですけども、もちろん新しいこの AirPods だったりとか、iPhone もね、来るかなというところで、また Apple Watch もですね、3つぐらいね、登場の噂がありますので、これもね、本当なのかなっていうところも含めてね、ちょっとお話ししたいかなと思います。さらにですね、全くこの新しい製品っていうのもね、今ちょっと噂されてまして、これもサプライズね、あるんじゃないかというところですね。つまりこの One More Thing ってやつがね、もう一つあるんじゃないかというところもね、最後ちょっとお話ししたいかと思います。ということで、2022年期待されるね、発表が期待される Apple 製品、すべてこれいきたいと思います。今回はもちろんことですね、来年ね、どんどんね、多くの製品登場しますので、ぜひこれチャンネル登録していただくとですね、最新情報だったり、レビューとかでもね、やっていきたいと思いますので、いちいちこういうのね、調べたり見るのね、めんどくせえなって方はぜひチャンネル登録していただいてですね、下のこの赤い登録ボタンをね、ポチッと押すだけなんで、はい、2秒で終わります。ついでにね、通知ベルも押してもらうとですね、お得なセール情報とかもね、届きますんで、こちらもよろしくお願いいたします。ということで、まずはね、この iPad をですね、期待できる新製品ですね。こちらからちょっといきたいと思います。まず一つ目はですね、iPad Pro ですね。こちら、2021年にですね、M1 チップ搭載の新しい iPad Pro っていうのがね、4月でしたかね。とかに新しいモデル、これ登場したんですけども、ただこれ見た目に関してですね、デザインに関しては何も変わってないっていうところなので、これアップデートがね、待たれるっていうことなんですけども、で、2022年の iPad Pro はですね、背面がiPhone のようにガラス素材になるんじゃないかということがですね、ブルームバーグのね、マクガーマン記者は言っておりますと、報じてるんですけども、つまり iPad Pro もワイヤレス充電にね、これ対応するんじゃないかということをね、表しているというところなんですけども、もちろんこれあったら便利だと思うんですけども、皆さんこれどう思いますかね。おそらく iPhone 12から採用されてます、マグセーフ充電っていうのね、あるんですけども、それのワイヤレス充電に、なるんじゃないかなと。iPhone 12から、要するにこう磁石がこう内蔵されてですね、後ろこれくっつくんですよ。今僕もこれ今使ってるんですけど、磁石でね、こう、パチってこうくっつくタイプ。これで充電もできるんですけど、ワイヤレス充電が iPad Pro に来るかもしれないというところと、あとはですね、iPad 11インチのモデルですね。iPad Pro は今11インチと 12.9 インチっていうね、画面サイズ2つあるんですけども、ミニ LED ディスプレイの搭載っていうのがね、11インチも来るんじゃないかと言われております。2021年の新しいこれモデルではですね、12.9 インチの大きい方はね、ミニ LED って綺麗な画面がね、入ったんですけども、そっちに小さい LED がですね、1万個以上こう入ってまして、画面が非常にこう明るくて綺麗っていうね、ものなんですけども、それが普段使うときはね、そんなわかんないんですけど、それが11インチにも搭載されるんじゃないかというところですね。で、そしておそらくM2 チップとかね、搭載だったりとか iPadOS とかの細かいアップデートとかももしかしたらあるんじゃないか、やってくるんじゃないかなというところですね。で、またね、iPad Air2つ目としてはですね、とかもやっぱ順当にこの最新の iPad mini 6とかと同様のですね A15 バイオニックチップ搭載したりとか、そこら辺もありそうかなっていうところで、もしかしたらその有機 EL ディスプレイ搭載の噂もあるんですけども、確率としてはね、正直そんな高くはないと思う、低いと思いますね。で、iPad10 世代ですね、一番安いエントリーレベルの iPad になるんですけども、こちらも A14 バイオニックチップとか、おそらく乗るんじゃないかと思いますね。コストパフォーマンスがさらにね、高まっていくんじゃないかというところで、iPad ね、登場してから10周年っていうね、ことになるので、もしかしたら何かしらね、ちょっとサプライズ的なこともね、あるんじゃないかと、ちょっと期待しております。ということで、続きましてはですね、iPhone の方にね、ちょっと行きたいと思うんですけども、3つ目としてはですね、まず2022年にこれ登場するのは、iPhone SE のこれ新しいモデルなんじゃないかと言われております。おそらく、最新のですね、A15 バイオニックチップ搭載、iPhone 今13ね、今僕13 Pro 使ってますけども、そこに入ってるものと同じものですね。チップ搭載と、あと5G への対応、ここら辺が目玉の機能になるのかなと思います。ただデザインに関してはおそらく今のままの、4.7 インチのですね、iPhone、おそらく8とか7とかから使われてるiPhone SE のデザインの 4.7 インチの画面と、タッチ ID、そのままの形なんじゃないかと言われておりますと。で、発売時期に関しては、2022年の春頃と、今言われてるのが多いですね。iPhone SE やっぱ最新のやっぱり iPhone とかとずらして、大体 iPhone は9月に出るんですけども、間3月とか4月がどうしてもやっぱ売り上げ落ちたりすると思うんで、
まあそういったところにやっぱ発売されるんですよね、間に。まあ出るとすればやっぱ春頃の確率はまあ結構高いんじゃないかなと思いますと。で、4つ目としてね、またこれ順当にね、iPhone、まあ14ですね。まあこちらはもちろんね、毎年先ほど言ったように9月頃登場ということなので、2022年もね、あるんじゃないかと思いますと。まあもしかしたらデザインがね、これ大きく変わるんじゃないかということが言われております。まあ大体やっぱ iPhone もですね、まあ2年ごとにですね、こう大きい、まあデザインとかに関してアップデートがありますんで、常にリーク情報みたいなところはですね、まあ毎年のことなんですけども、まあ結構もうすごいことになってますね。まあいろいろもうすでに出てるんですけども、まあ A16 ですね、まあバイオニックチップ、まあ搭載だったりとか、まあもしかしたらついにこの画面の上の黒い部分をですね、まあいわゆるノッチという部分がまあなくなる。で、まあいわゆるなんかそのパンチホールデザインって言うんですけども、カメラの部分だけ切り取られたような、まあ Android とかはよくあるんですけども、まあどうしてね、じゃあこのパンチホールデザインってものになるかっていうと、まあ、Face ID ですね。今搭載されてるんですけども、ノッチがある理由っていうのは、Face ID のセンサーとかがね、上にこれいろいろ入ってるんで、切り抜きが必要っていうところなんですよね。顔認証の Face ID が、要するに画面の中に埋め込まれるんじゃないかっていうのがね、結構言われてまして、まあ実際今カメラでね、画面の下にこう埋め込まれたインカメラのやつとか、まあ実際もう出てるんですけど、まあ、技術的にそうなるんじゃないかっていうことで、パンチホールデザインになるんじゃないかと言われております。はい、でもしかしたらこのカメラのね、あとまあ画素数がですね、あとまあ1200万画素なんですけど、今からようやくやっぱ4800万画素とかになるんじゃないかと、まあ今年もね、言われてたんですけども、まあわかんない、2022年にようやくなるかもしれないです。はい、まあこれなんとも言えないんですけども、大体毎年言われてるんで。まあ、iPhone 今ね、僕も13 Pro をこれ使ってるんですけども、まあ、非常にこのカメラ性能がね、めちゃめちゃ、まあ、今の時点で結構綺麗なんですよね。はい。まあ、画素数がなんでもちろん、まあ、高ければ何でもいいってもほどでもないので、まあ、どうしてもやっぱデータの容量とか重くなっちゃうんで、今年はかなり、まあ、見た目としてはそんな変わってないかもしれないんですけども、かなりカメラの進化っていうのをね、感じてます。はい。まあ、撮るのが楽しいというかね。はい。あとはまあ、皆さん大好きな、ライトニング端子、あとはこの充電の端子が、まあ、USB-C になるかどうかっていうのも結構ね、まあ今言われてるところですね。まあライトニング端子でも2012年からあるんで、まあ10年前のものをね、最新の iPhone につけてるっていうね、もはやもう呪われてるって言われてるんですけども、はい。まあそれがね、いつ、こう呪いが解かれるのかっていうのはね、2022年注目なんじゃないかなと思います。はい。毎年言ってる気がするけど。はい。で、そして、iPhone とね、やっぱり一緒に使ってる方も多いのがですね、やっぱこの AirPods Pro なんじゃないかなと思います。まあ AirPods ですね。まあここは非常にね、新型待ち遠しいというね、ところであるんですけども、はい。ということで5つ目がですね、AirPods Pro 第2世代、2ですね。これもついにね、2022年登場じゃないかと思いますと。まあ AirPods 3はですね、まあ最近新しくなって、登場はしてるんですけど、まあ、音はね、もちろんやっぱね、AirPods Pro よりは結構まあなんか良くなってるっていう風にね、まあ聞いてるんで、まだ僕はちょっと実際に使ってないんでわかんないんですけど、まあ AirPods Pro は登場してからもう大体もう2年経ってるんですね。2019年の確か10月とか11月に出たんで、ただまだ売れてるんですよ。まあなんでまだ実際まあ登場までにはもうちょっとまあ時間かかるかなっていうところではあるんですけども、まあデザインがやっぱ非常にこうコンパクトになってですね、ステムっていうまあ棒の部分が、なくなるという風にね、言われてますね。はい。ただちょっとこのステムっていうのをなくすとね、正直その操作性ちょっと悪くなるんじゃないかっていうちょっと心配も僕はありまして、この棒の部分でね、操作したりするのってこれ結構ね便利だったりするんですよね。ビーツスタジオバツとかね、まあ出たりはしてるんですけども、ビーツの完全ワイヤレスイヤホン。まあ本体にボタンがついてるタイプだと、こう本体を押してね操作すると結構耳にグッてね刺さったり、するんで、正直ちょっと微妙かなっていうところで、使い勝手としてはね、まあ正直そんな良くないかなっていうところあるんで、まあそれも注目かなと思いますけども、で今新機能とかはね、まあ正直ちょっと詳細とか不明な部分が多いんですけども、まあおそらくフィットネス系のセンサーとかはね、つくんじゃないかと言われておりまして、まあ例えばじゃあ心拍数をね、まあ取れるようになるとか、まああとその体温をまあわかんないけど測定できるとかわかんないですけどね、まあそういう感じのものがまあつくのかなとね、思ったりはしてますけども、あとまあケースにね、スピーカーがついてるものがね、まあ画像が流出したりとかしてまして、まあこれ本物かどうかわかんないんですけど、まあもしかしたら例えばなんですけど、なくした時とかにこれケースからね、こう音が出せるとか、まあ iPhone でこう操作してとか、まあそういったこともできるようになるかもしれないですね。まあ順当なアップデートにはなると思うんですけどね、まあとりあえず僕は充電持ちがね、もう2年使ってあんま良くないんで、そこら辺のアップデートを期待したいかなと思ってます。
続いて6つ目、Apple Watch ですね。本当に Apple Watch つけている方ね、増えたと思うんですけども、これ2021年のね、今年のシリーズ7っていうのは想像以上にちょっとマイナーアップデートだったというか、画面はもちろん大きくなったんですけども、あと耐久性がちょっと上がったぐらいっていうところで、はい、2020年はね、22年はですね、その分大きいアップデートね、期待していいんじゃないかなとちょっと思ってはいるんですけども、と言いますと、マーク・ガーマン氏によりますと、3つの Apple Watch が新しく登場すると言われております。3つって感じなんですけど、でまず1つ目としては、今僕も使ってるんですけども、Apple Watch の SE ですね。ちょっと安いモデル、お手頃の Apple Watch なんですけども、僕も1年ぐらい使ってるんですけども、正直これで十分かなっていうところはありますね。Apple Watch SE のアップデートとしては、おそらく画面の、例えば常時表示ですね。ずっとこれ画面が点灯してるので、時間が見えたりとか、あとは中身のチップがちょっと良くなるぐらいかなっていうところなんですけども、ただヘルスケアのセンサーとかそんなつかないのかなと思ってます。なんで心電図測ったりとか、例えば血液中のその酸素濃度をね、測ったりとか、そういったものは上位モデルに限られるのかなと思いますけども、で、2つ目はですね、もちろんこのシリーズ8の登場ですね。登場すると思いますが、デザイン自体はあんまりね、変わんないような気がしてますね、僕は。多分新しいカラーが出るぐらいかなっていう感じしますけども、ただ2022年はその新しいやっぱ健康系のセンサーとか、もしかしたらつくかもしれないですね。例えば、体温の測定とかなんですけども、今のやっぱご時世とか考えると、かなりついてもらえると嬉しいのかなっていうところだったりとか、あとは血糖値の測定、グルコースモニタリングが来るんじゃないかとか、結構前から言われてたりはしますけどね。3つ目のアプローチなんですけども、これもしかしたらそのエクスプローラーエディションというやつが出るんじゃないかと言われてまして、見た目はね、本当G-SHOCK みたいなアプローチな感じで、山登りとか、ハイキングとか、キャンプとかね、屋外のそのアクティビティ用に、ちょっとこの頑丈にね、作られたようなモデル、エクスプローラーなんでね、冒険みたいな感じですよね。個人的にはね、僕はあんまりそんな興味はないんですけども、一定数やっぱその欲しい方いるのかなって思いますね。どうですかこの皆さんエクスプローラーエディション、どうですかどう思いますか欲しいと思いますかぜひちょっとコメントいただければと思いますけども、個人的には別にケース付け替えればね、G-SHOCK みたいにできるんで、これはちょっともう面白半分でちょっと見といた方がいいかなっていう感じですね。ということで最後はね、これやはりMac なんですけども、以前のこれ動画でもね、詳細を話したんですけども、やっぱ今年5つの Mac がね、登場するんじゃないかということが言われております。なんで Apple シリコンですね、Apple 独自のチップへの移行、今までインテルのね、チップが入ってたと思うんですけども、Apple シリコンへの移行がこれ本格的に始まるというところですね。さよならインテルって感じなんですけども、まずは1つ目としては iMac Pro ですね。iMac は据え置きのデスクトップパソコンになるんですが、2021年の4月に24インチのね、モデルっていうのはカラフルになってね、iMac 新しいのが登場しましたと。かなり薄い本体になって登場したんですけども、ただiMac これ27インチに関してはインテルのまだチップが入ったものが、まだ売られてるんですね。なんでまだ Apple シリコンに置き換わってないというところで、そちら置き換わるモデルが出てくるんじゃないかと思います。で、デザインがやっぱ大きくですね、iMac の2021年モデルのように刷新しっかりされてね、くるんじゃないかというところで、おそらく画面がこのミニ LED ディスプレイっていうね、ものだったりとか、120Hz のね、そのリフレッシュレートの XDR ディスプレイ、を搭載するんじゃないかと思われますと。さっきみたいなんで小さい LED がね、iPad Pro みたいにバーって敷き詰められているので、非常に綺麗でね、細かい表現ができるディスプレイですね。あと接続端子とかに関してもMacBook Pro でね、僕今使ってるんですけども、ついたように HDMI ポートとか SD カードスロットとかの搭載もあるんじゃないかなと思いますね。で、中身の進化ですね。性能に関しても MacBook Pro とおそらく同様に M1 Pro チップだったり M1 Max ですね。上位版のその性能を載せれるようになるんじゃないかと思います。で、価格についてはおそらく多分$3000、$2500から$3000ぐらいになるんじゃないかなと言われておりまして、正直そんな安くないとは思います。なんで少なくとも日本円で税込み30万円ぐらいは覚悟しておいた方がいいのかなというところですね。発売時期に関して今のところ大体2022年の3月ぐらいが春頃が濃厚なんじゃないかなと。で、Apple イベントが大体ね、Apple のイベントが大体そこら辺にあると思うんで、で、そのiMac Pro と一緒に登場がね、期待できるのが Mac mini ですね。こちらの上位モデルという感じなんですけども、こちらもなんでディスプレイとかね、キーボードが別途必要にはなりますが用意できるんであれば一番安くその MacOS が使えるものになりますと。一応 M1 チップ搭載のモデルで登場はしてるんです
ですけども、まだこちらもですね、上位版の Mac mini っていうのはインテル版のものがね、販売されてるんで、そことの置き換わりになるのかなっていうところで、こちらもやっぱりですね、ちょっと本体小さくなってですね、本体の上部がこのガラス素材とかで、もしかしたら高級感あるね、デザインに変わるんじゃないかとか、言われておりますと。で、端子がやっぱり M1 のモデルよりも増えるのかなっていうところで、インテル版とかと同じような感じで、おそらくサンダーボルト3に対応したUSB-C が4つついたりとか、あと HDMI とかUSB-A ポートももしかしたらつくんじゃないかなとか、はい。SD カードスロットもプロモデルにはついたので、そこら辺もね、ミニもつくんじゃないかなというところですけど、はい。性能もやっぱり M1 Pro とか M1 Max チップ搭載だったりとかはあるんじゃないかっていうところで、ただ価格については、インテル版の価格がだいたい税込み今12万円ぐらいなんですよね。なので、同等かそれ以上、15万前後とか、そのぐらいにはなると思いますけども、発売時期もおそらく iMac Pro とかと同じぐらいに出るんじゃないかと思いますね。なんで早ければ3月の発表会とか、もしかしたら6月ぐらいまで、とかと言われてたりはしますけどね。一番ね、個人的にやっぱ、気になっているのはこの M2 MacBook Air ですね。こちらもデザインについてですけども、現在よりやっぱ薄く軽い。軽量化されたモデルですね。MacBook Air の新しいね、デザインが刷新されて出てくるんじゃないかと。基本的にはやっぱこの新しく登場した MacBook Pro にね、やっぱ非常に似たようなフラットで、角が丸い、デザインになるんじゃないかと思いますと。で、画面についても画面周りの縁ですね。いわゆるその、ベゼルと呼ばれるとこが薄くなって、よりスッキリした印象になるのかなっていうところで、画面もですね、周りも黒色からもしかしたら白色になるんじゃないかっていうことが言われておりますと。iMac がやっぱそういう風になったので、エントリーモデルのパソコンというのはカラフルになって白いベゼルになるんじゃないかと言われておりますと。あと先ほど説明したそのミニ LED ディスプレイの搭載とかも、あると思いますが、ただ、リフレッシュレートについては 60Hz とかになるんじゃないかと思いますけど、接続端子とか、ポートについてはプロでもね、復活しましたマグセーフ充電カチッとねこう磁石でくっつけて、充電できるやつ、昔の Mac についてたやつですね、だったりとか、基本的には USB-C、Type-C ポートが左側と右側につくぐらいかなと。で、性能については M2 チップというものがね、今の M1 チップの、後継にあたるものが、来ると思うんですけども、もちろん M1 でね、性能的には非常に十分なんですけども、唯一やっぱ弱点といえばその GPU 性能ですね。動画とかの編集とか画像とか、ゲームとかちょっと弱いんで、そこら辺の性能がですね、アップして、そういった、GPU 性能がね、強化されたモデルになると思いますね。で、気になる価格については、今のやっぱり M1 MacBook Air よりは高くなるとは思いますので、その今の M1 のね、MacBook Air と置き換えじゃなくて、一緒に販売される形で、上に入って、ハイエンドの MacBook Air っていう形になると思いますので、おそらく$1500ぐらいが、今言われておりますかね。なんで税込みで、15万から18万ぐらいの間になるんじゃないかなと。プロの価格がね、結構今24万円からになってるので、そこら辺を見るとね、円安を進んでるっていうこともあって、正直安くはないかなと思いますね。発売時期に関しては、だいたい2022年の後半、の第3四半期とか言われてるんで、6月から9月、もしかしたら10月11月とか結構ずれ込むんじゃないかなっていう、今半導体がね世界的にないっていうこともありますんで、M2 この MacBook Air に関しては結構詳細に動画上げたりしてるんで、そちらをちょっとまた参考にしてもらえればと思います。で、最後これ個人的にびっくりした、MacBook Pro M2 の MacBook Pro ですね。新しい MacBook Pro がね出たんですけども、エントリーレベルの MacBook Pro の登場ですね。今なんで M1 チップの後継にあたるモデルが出るんじゃないかというところで、これちょっとね疑問としては、さっき言ったみたい M2 のね MacBook Air も出るので、さらにその間にもう1個入れるのかっていう感じでちょっと複雑になっちゃうんですよね。炭焼きが正直ちょっと難しいのかなっていうところは、ありますけども、あるとしたらその MacBook Pro のね、今の本体をおそらく使うのかなっていうところで、なんで M2 チップっていうところで、違いが出てくるのかなと、チップがね弱いものになって、あと接続端子とかがわかんないですけど、そのままなのか USB-C だけになるのかとか。ただやっぱプロのモデルね、今の新しいモデルの本体とか結構やっぱ分厚くて重いので、性能そこまで求めてないんだったら、正直 M2 の MacBook Air とかが軽くてある程度やっぱ十分性能あるので、そっちがおすすめだとは思うんですけども、ただやっぱオプションとしてね、このプロと同じようなね、その本体のクオリティとか、あとやっぱスピーカーとかね、画面とかやっぱ綺麗だったりするので、選択肢として今ねプロ買おうとしたら24万からになってしまうので、安く価格を落として、1個そういうモデルもあってもいいのかなと思ったりもしますけどね。そしてあともう一つ新しい製品が来るんじゃないかと言われております。One More Thing。さてそちらはですね、
この全く新しい製品が登場するんじゃないかと言われております。はい。これ前々からね、実は噂あるんですけども、いわゆるその VR というか、またAR、ヘッドセットですね。仮想現実っていうやつ。最近メタバースとかでよく言われてますけど、現状あるのはですね、プレイステーション VR とか、オキュラスとかもあるんですけどね。一応Facebook じゃなくて今メタになりましたね、名前は。昔の Facebook が買収した会社のね、ものになりますけども、いわゆる仮想空間でいろいろねゲームとかできたりするんですけども、分かりやすく言うと、仕様として今噂されているのはですね、8K の解像度でそのマイクロ LED ディスプレイっていうね、またちょっと新しい技術あるんですけども、それでかなりこの性能のいいものを搭載するんじゃないかみたいな噂はしてますね。はい。アップル自体も仮想現実の企業みたいなのをですね、確か15年ぐらいから何社か買収してまして、開発してるんじゃないかというか、開発してると思いますね、おそらく。じゃないかとずっと言われておりますと。性能的にはおそらく M1 チップ以上の性能のその CPU とかね、入って、おそらく AirPods Pro とかにね、今入ってますけど、その空間オーディオとかね、もしかしたらそういったものを備えるようなものになるんじゃないかとか言われております。これでじゃあ何ができるのかっていうとね、なかなか難しいところがあるんですけども、まずやっぱゲームとか想像しやすいのかなっていうところだったりとか、おそらくね、その Apple TV とかのサービスと合わせたものになったりすると思うんで、映画とかね、Netflix が見えたりとか、そういったものになるのかな。はい。オキュラスとかだと僕も使ったことあるんですけど、その映画館とかで見る体験をね、できるとか。これすごいんですよ。映画館に座って、ヘッドセットつけたらね、映画館にいるような環境で動画見えるとか。これあるんですよね。もちろん仮想空間上でですけども、そのうちやっぱ Apple Store とかはね、もしかしたらその仮想空間上でね、行けるようになったりするのかもしれないですけども、価格が今の噂だとなんか$3000とか言われてるんですけども、30万以上ぐらい。これはあくまで噂ですけどね。ただこれ2023年とかもね、言われてたりするんで、今後、なんであと Apple Car とかもありますけども、面白いこの製品のね、一つなんじゃないかなと思います。やっぱりね、実際今後出てくるかどうかは不明な製品もね、やっぱり今回いろいろありますけども、またね、今後細かい情報とかいろいろやっぱ出てきたりすると思いますので、はい。ぜひね、この気になる方はね、今のうちちょっとチャンネル登録してね、お待ちいただければと思います。ちょっと見逃したくないよって方はぜひ通知ベルね、押してもらえれば、すぐ通知いくと思うんで、はい。今回の動画少しでも役に立ったなと思った方はぜひね、グッドボタンとかコメントもね、お待ちしておりますので、こういった Apple 製品ね、今後欲しいなってものあれば、はい。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。良い一日をお過ごしください。バイバーイ。はい。最近、1万人達成しましたので、ありがとうございますっていうところと、やっぱ今後ね、最近ね、メタバースね、Facebook がメタっていうね、会社に名前変えましたけども、仮想空間上で、ざっくり言うと本当いろんなことがね、今までなんで現実で起こってたことが本当の、なんていうその仮想空間上でできるっていうね、ことですよ。例えばなんでその仮想空間上で不動産を買うとか、仮想空間上のなんかその銀座みたいな場所があって土地を買うとか、ちょっと今はね、信じれないかもしれないですけど、もしかしたらそういう未来がね、待ってるかもしれない。Apple Store もね、こう仮想空間上で行くとか。わかんないですけどね。っていう風なことに、Facebook も結構、ベットしてるというかね。もちろん Apple とか Google とかそういうところも見てるんじゃないかというところですね。はい。来年はなんでね、Apple 製品いろいろ出てくると思うんで、ちょっと楽しみですね。ちょっと頑張って、できる限り全部買っていきたいと思って、はい。ちょっと頑張っていきましょう。来年も。よし。いろいろちょっと考えてますんで。